皆さんこんにちは。今日はサンフランシスコから2時間15分のシアトルへ行ってみます。イチローが現役の頃はたくさんの日本人の観光客で賑わっていた街です。その2025年10月の最新の様子をお届けいたします。それではサンフランシスコ出発。シアトルに着くと富士山より高いレーニア山が迎えてくれました。パイクプレイスの本店はすごく混んでいることが多いので、今回はモールの中の支店へやってきました。ここでは何といっても4種類のチャウダー、これは何回も賞を取ったものなんですけれども、それを一度に楽しめるということです。どれも美味しいのですが、自分はやはり白いニューイングランドスタイルのクラムチャウダーが好きでした。はい、ここはシアトルでは絶対に行かないといけないパイクプレイスマーケットです。この金の豚の後ろの魚屋さんでは、お客さんが魚を買うと魚が空中を飛びます。またガムの壁ですかという感じですが、シアトルのガムの壁は色とりどりで、ここまで来ればよだれたっぷりのアートという感じがします。マーケットの目の前にスターバックス1号店があり、スターバックスのファンが世界中から訪れています。できた当時のロゴは胸がはだけたちょっと過激なロゴだったんですが、その前で皆さん記念写真を撮っています。ケリーパークはシアトルの街を一望できる場所です。手前にシアトルのシンボルスペースニードル、そして後ろに富士山のようなレーニア山を見ることができる素晴らしい場所です。また映画の恋のから騒ぎはこの公園のシーンから始まります。ホテルの窓からの風景も悪くはありませんでした。がっつり朝食を食べてまた観光です。スペースニードルを見るとシアトルですと一発でわかる街のシンボルです。高さ184メートルのタワーの展望台に行ってみましょう。スペースニードルの隣にあるチフーリガーデンの入場券と合わせた割引券を買いました。上の部分は二重構造になっていて、こちらが上の方のフロアで、外に出て360度の風景を楽しめます。今回3回目ですが、高層ビルの数が増えていました。氷河が削り取ってできた複雑なピュージェット湾はいつ見ても綺麗で見とれてしまいます。また二重構造の下の方は床が47分間で360度回転するようになっています。
自分の高所恐怖症を克服するトレーニング場としても使えました。チフーリガーデンとガラスは地元のガラス工芸家デイル・チフーリ氏の作品を展示しており、彼の名前を知らなくてもラスベガスのベラージオの天井で彼の作品を見たことがある人も多いのではないでしょうか。とにかく規模の大きな作品が多いです。でもここで自分が一番楽しいと思ったのはガラス吹きのデモンストレーションで、こんな風にしてガラスの器を作るんですかという驚きの連続でした。ユダヤ人のアンネ・フランクが隠れ家に住んでいた時にその窓から見ていた木があります。その木から育った苗木は今スペースニードルの横ですくすくと育っています。スペースニードルとダウンタウンの間はモノレールで約1分30秒で移動できます。3ドル50セントとお値段もとても安くて便利です。ザ・スフィアーズはオンラインショッピングで有名な会社アマゾンがシアトルにアマゾンのジャングルを作ったらこうなっちゃったよというやつで、3つの球体を組み合わせたアマゾン社のオフィスビルになっています。橋の下に作られたアートフリーモントの巨人は左手に本物のフォルクスワーゲンの車を握っています。こちらも恋のから騒ぎのロケ地になっています。それでは郊外に行ってみましょう。自分はシアトルの友人の車を借りて行きましたが、車がなくても市内から日本語ツアーが出ています。こちらのビルにはツアー入り口、博物館、カフェ、お土産屋さん、それから展望デッキなどが入っています。747の尾翼ってこんなに大きかったんですね。びっくりです。スカイデッキからは来年ぐらいから出てくる最新の旅客機が見れました。翼が長いのでゲートに入ってくるときは翼を折りたたんでから入ってくるような飛行機になっています。工場見学はスマホはもちろんのこと、ペンやメモ帳でさえも持ち込めませんので、ロッカーに入れていきます。今からこの世界最大の建物組み立て工場へバスで移動します。ツアーは大きな組み立て工場の2階から下を見下ろすという感じなんですけれども、昼休みの時間帯に行くと何にも動いてません。それでもここでいつも乗る飛行機が組み立てられてるんだと思うと感動してしまいます。
シアトルからスノコルミー滝の日本語ツアーは大抵ワイナリー見学とセットになっています。はい、今スノコルミーの滝の展望台に向かっております。テレビシリーズツインピークスの冒頭にも出てくるこの滝は高さ82メートルとなっています。滝の水の音っていつ聞いてもいいですね。アメリカンインディアンの人々の聖地だということで神々しい感じもします。またビジターセンターではツインピークスのロケ地を楽しめるように地図も置いてあります。さてシアトルに戻ってシアトルが生まれた地区パイオニアスクエアに行ってみましょう。昔のシアトルの街は海面に近い低い位置にあったので大火災の後高い位置に作り直されました。このツアーでは今の街の下に眠っているもともとのシアトルの街を見ていきます。パイオニアスクエアの地区はちょっとホームレスの人々が目立つ地区ですが、昼間の観光なら大丈夫かなという気がします。今回3回目になりますけれども、いつ行ってもシアトルの美しさは変わっていないようでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。